絵を始めたいって思ってるんだけど、なんか思い通りにいかずに途中でやめてしまうっていう人多いですよね。そんなお悩みを解決できる魔法の上達法をお伝えします。まずは質問来ております。愛吉さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。僕は最近たまたま YouTube ショートで S さんの動画を見て自分も絵を描いてみたいと思うようになりました。ただ絵を描いた経験が一切ありません。比喩ではなく文字通り全くの未経験です。そこで YouTube で情報を探していたところ、斉藤直樹先生の動画に出会い、現在色々視聴しながら知識を入れようとしています。ですが、動画を見終わっていざ描いてみようとすると、自分の絵がとてつもなく下手なことや、構図、パース感、キャラクターデザインなど、あらゆる点で劣っていることに気づいてしまい、気持ちが萎えて、そのまま描くのをやめてしまいます。それなら、模写から始めてみようと思い、好きな S さんの絵を模写してみても、今度はバランスが崩れすぎて、なんだこの汚い絵は、と思ってしまい、途中でやめてしまいます。何か、初心者でも楽しく絵を描き続けられる方法はあるでしょうか？それとも、今のような楽しくない時期を乗り越えないと、楽しいお絵描きにはたどり着けないのでしょうか？もし何かご教示いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。とのことです。いやー、これね、気持ちわかりますよね。動画を見ていると自分もできるような気がして、やる気が湧いてくるんだけど、いざやってみるとね、うまくいく時もあれば、うまくいかないこともあります。はい。特に初心者さんは、最初はですね、もうどうしてもうまくいかないことの方が多いと思うので、そうなった時にね、膨らんだやる気が、シュンとね、萎えて一気になくなってしまう。なんていうことはよくあると思います。はい。こういう時の解決法を知りたいっていうことなんですね。わかりました。今日はそんな愛吉さんをはじめ、イラストをこれから始めてみようという人に向けて、楽しく上達していくためのコツ、お伝えしていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。でね、もう最初に結論言っちゃうんですが、もう最初の本当のファーストステップ。とにかく楽しくイラストを上達させようと思ったらですね、これね、基礎練習はやめてください。つまり、ポージングの練習とか、デッサンの練習とか、あとはパースの練習、模写もそうですね。そういう基礎的な練習。これってですね、根本的な画力のアップにはものすごくつながるんですが、愛吉さんが言ってるようにですね、自分のできなさ加減を突きつけられる練習なので、本当にね、ファーストステップでこれをやってしまうと、絵がね、もう全然楽しくなくて、やめてしまう原因につながってしまうと僕は思うんですね。ただ人によってはね、こういう基礎練習こそ楽しいんだっていう人もいるので、そういう人はいいと思います。もう自分はね、一からコツコツとレベルを上げていくことにこそ楽しさを感じられるんだ。自分のできなさ加減を突きつけられること、大好物みたいなね、そういう人は逆にね、基礎練習から始めてみるのもいいと思います。ただね、おそらく愛知さんはそのタイプではないので、今日はね、別のやり方を紹介しますね。それでは早速行ってみましょう。魔法を一つ手に入れよう。僕がですね、愛吉さんにまず最初にこれやってみてほしいって思うのは、まずはね、もう最初に何でもいいですから、これさえ最後にやれば必ずうまくいくっていう魔法を手に入れることです。絵はですね、描いた先になんかご褒美がないと、ちょっとね、やってて辛くなってしまうと思うんです。描いた絵が最終的に結果的に全然ダメだったっていうのでは、描いた先にね、何もご褒美がないですから。それがね、失敗体験として積み重なってしまって、全然楽しくない。でね、挫折してしまうわけなんです。上達のためにはね、失敗体験も糧にはなりますが、そもそもですね、描こうという気持ちが湧いてこなければ、絵ってね、続けられませんよね。なので、とりあえずこれさえやれば、絵がいい感じに勝手になっちゃうっていう魔法を一つ、自分の中に用意しておくのが最強なんです。はい。今回はですね、その魔法、一つ紹介しますね。グラデーションマップを使おう。今回紹介したい魔法、それが、グラデーションマップという魔法です。はい。グラデーションマップっていうのは、すごくね、簡単に説明すると、画像の明暗さによって色をそれぞれね、当てがっていくという機能です。この機能を使えば、たとえ下手くそな絵であってもね、結構ね、アーティスティックな感じの絵に最終的に仕上げることができちゃうんです。例えばですね、今回こんな絵を描いてみました。自分がね、どのくらいのレベルにいるかどうかによって、この絵がね、もう下手に見えるのか、うまく見えるのかは、人それぞれ違うかもしれませんが、例えばね、僕が初心者で、一生懸命描いたんだけど、なんかこうなっちゃった。なんか自分的にはうまくいかなかったなって思ってるとします。この絵を見て。でね、このまま終わらせてしまうと、ただなんかうまくいかなかった絵として、この絵は終了してしまうわけですが、ことね、デジタルで絵を描く場合、この先があるんです。はい。画像編集ですね。特にグラデーションマップを使っての画像編集は結構ね、楽しいです。まず最初に背景にグラデーションマップをかけてみましょうか。
Photoshop の場合には、レイヤーの下にあるこの調整レイヤーの部分からグラデーションマップを呼び出します。今回は Photoshop でやっていますが、クリスタにもグラデーションマップはありますし、無料で使える Affinity というソフトでも同じ機能はありますので、心配ありません。グラデーションマップを呼び出すと、こんな感じのウィンドウが開きます。そしたら、このカラフルなバーをクリックすると、グラデーションを具体的に設定することができます。自分でも設定することができますし、大抵はいくつかプリセットが用意されているので、そこから気に入った色を適用していくと良いでしょう。はい、すいません。ちょっとね、ウィンドウ画面が切れちゃいましたが、後でもう一度表示しますので、このまま説明しますね。一旦、黄色っぽいグラデーションマップを設定しました。そしたら、レイヤーウィンドウのレイヤーマスクの部分を真っ黒に塗りつぶして一旦非表示にしましょう。そしたら、ブラシを選びます。はい。ブラシは何でもいいですが、なるべく質感のあるブラシ。例えば、水彩ブラシとか、そういうブラシを選んでください。こういったね、パターンブラシも、検索をすれば簡単にフリー素材が見つかると思います。そちらをね、読み込んで使ってみましょうね。そしたら、この質感があるブラシを使って、今真っ黒にしたレイヤーマスクに、今度は白色で描画してみましょう。すると、ほら、黄色い色が背景に現れてきました。気に入った形になるように何度か白色を乗せてみましょう。ポン、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 ポンと。はい、こんな感じ。さあ、楽しいのはね、ここからです。グラデーションマップは一度かけただけではなく、何個も何個も上に乗せていくと、すごくね、楽しい効果や思いもよらない色付けができるので楽しいです。さっきと同じやり方で、レイヤーウィンドウの下のところからグラデーションマップをもう一度追加したら、はい、今度はちゃんと表示しました。グラデーションエディター画面を見ながら、今度はさっきとは逆の色、青中心のグラデーションマップを作ってみましょう。はい、こんな感じかなーとなったら、また一旦レイヤーマスクを真っ黒に塗って、グラデーションマップを非表示にします。で、また質感があるブラシを使って、ペタ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 、今設定した青色を上から重ねてみましょう。すると、ほら、今度は青いタッチが背景に現れましたね。ね、楽しいでしょ？さてさて、グラデーションマップは何も背景だけに使える効果ではありません。例えば、線画の色を変えるのにだって使えます。今線画がね、真っ黒なので、ある程度明暗差をつけておかないと、グラデーションマップで色の差をつけることができないので、線画に透明度ロックをかけて、濃淡をね、ちょっとつけてみましょう。ポン、ポン、ポン、ポンと。はい。そしたら、さっきと同じようにグラデーションマップを呼び出して、このグラデーションマップを線画レイヤーのクリッピングマスクに設定します。これで線画のみにグラデーションマップを適用できる状態になりました。線画の色を見ながらグラデーションマップを設定してみましょう。調整レイヤーなので、レイヤーの透明度を少し下げると、色をね、うっすらと乗せることもできます。はい、こんな感じですね。まだまだいきますよ。今度はキャラクターの上から画面全体にもグラデーションマップをかけて、色をね、編集していってみましょう。やり方も今まで説明した方法と一緒です。キャラクターの上にまたグラデーションマップの調整レイヤーを1個追加したら、好きな色を選んでいきましょう。はい、また黄色っぽい色にしてみました。一旦レイヤーマスクを真っ黒にして非表示にしたら、また違うブラシを選んで、ペタ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 と、はい、違う質感を画面にプラスしていきましょう。最初はね、黄色がいいかなと思ったんですが、塗っていて、やっぱり青色がいいなと思ったら、グラデーションエディターから色を選び直すと、途中でね、色を変えることもできます。はい、これ便利ですよね。はい、こんな感じ。さあ、まだまだ色を乗せてみましょう。もう一度グラデーションマップを追加して、さらにオレンジっぽい色も追加してみましょう。同じように、ペタ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 と。ね、どんどん違う色味が重なっていって、どんどん面白い画面になっていくでしょう。こんな風に、どんどん思いついた色を足していって、何度もグラデーションマップを上に乗せていって、気に入った色味になるまで編集を繰り返してみてください。そうすると、はい、こんな感じに味わい深い一枚に仕上げることができました。グラデーションマップで編集する前と後、比べてみましょう。パッカー、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 パカと。ね。これ結構楽しいでしょ？このようにですね、最終的にこれをすると結構うまくいくんだよな。なんか気に入った画面が作れちゃうんだよな。っていう魔法の一手を最後に持っておくとですね、途中の線画や色塗りのやる気が結構湧いてきやすいです。
なんかうまくいかなかったら、最後あの格好をやって無理やり気に入った感じにしちゃおう。ってね、このグラデーションマップの武器をですね、お守りのように握りしめていてください。そうすることで、絵を描いている時のモチベーションが爆上がりすると思いますよ。同じことを繰り返してみよう。ここまでは絵が絶対にまとまる魔法としてグラデーションマップを紹介しましたが、この後どうやってね、絵を上達させたらいいのかの話もしたいと思います。僕がこの次に愛吉さんに勧めるのは、一旦上達しないことです。はい。上達しなくていいです。とりあえず今やった同じ手法を使ってまた違う絵を描いてみてください。さっきの手法で一度絵を描いてみるとですね、これね、描き終わってから気になるところがいくつか出てくると思います。例えばさっきは黄色っぽいグラデーションマップを使った編集が多かったけど、これ逆に青っぽいグラデーションマップを使ったらかっこいい感じにもできるのかなとか、いやもうグラデーションマップを使ってもう白黒反転させたような、そういう色設定にしたらカオスな感じになってちょっと面白いかもしんないなとか、もう別にね、ここからしばらくは上達なんてしなくていいので、今紹介したように自分にとってね、楽しいやり方を発見したら、それをね、永遠と飽きるまで繰り返してください。ただね、さっきも言ったように、次は青っぽい感じにしてみようとか、そういう作戦が生まれると、次は青色に合うような絵を描いてみよう、みたいな意思が生まれますよね。黒っぽい白黒反転したような絵にする場合には、ちょっとかっこいい、攻撃的な絵にした方が、絵としてかっこよくなりそうだな、みたいな想像が働くじゃないですか。ね？ほら、もう次に絵を描く動機が生まれましたよね。次はこういう絵を描いてみて、そして最後にああいう加工を加えてみよう。どうなるかな？楽しみだなってね、なんとなくワクワクしてきたでしょ？そのワクワク感です。そのワクワク感こそが絵を描いていくには非常に重要なことです。最初の最初、初心者さんは特に、まずはね、上達なんて目指さなくていいです。上手い人と比べるようなこともしないでください。いや、だって単純に凹むだけですからね。そうじゃなくて、今言ったように、もう最後の最後で無理やり仕上げられちゃう武器。例えば今日紹介したようなグラデーションマップですね。この強力な武器を携えてですね、次はこんなの描いて、最後にこんな変な加工をしちゃおう。次はこんな風にしてみようってね、気の赴くままにいろんな絵を描いてみてください。楽しくない時期を我慢しなきゃいけない？いえいえ、全然そんなことありません。むしろ最初は楽しいところだけ繰り返せばいいんです。上達のための練習が楽しいと感じられないのであれば、一旦上達することを手放してください。人と比べることを手放してください。そして今できる中で自分が最大限楽しめる手法を見つけて、そしてそれをどんどん繰り返すんです。これ楽しい！まずはね、その楽しさを存分に味わい尽くしてくださいね。まずはそれが僕が絵を描き始めたばかりの人におすすめできる一番のやり方です。繰り返すことで知らず知らずに上達しちゃっている。いやいや、直樹おめえよ。上達は一旦手放せとか、勝手なこと言うけどよ。この人もっと上達したいんじゃないの？だって最終的には結局上達しないと、辛くなってやめちゃうじゃねえか。って思った人もいるかもしれませんが、それ完全に間違ってますよ。いいですか？上達なんて、あえて目指さなくても、楽しいところだけ繰り返していれば、実は上達は勝手にしちゃうんです。はい。勝手に上達します。例えばさっきですね、次は青い画面にしようかな、黒い画面にしようかな、みたいな、そういう思いが湧くかもって言いましたよね。これを見ている皆さんも、そんなことできるんだったら、自分はこういう絵を描いて、で、最後にグラデーションマップでこういう加工してみようかな、って、頭の中でやんわりと、こう、イメージが湧いた人いると思うんですよ。そう、今まさにその瞬間、自分の中に改善が起きているのか、わかりますか？今回は最終的にどうなるのかあんまり想像がついていなかったから、こういう線画を描いちゃったけど、次はね、こういう色にしようと決めたから、今度は線画から最終的な仕上がりを想像しながら線画描いてみようってね。あなたは今まさに頭の中で絵を描き始めましたよね。それです。それこそが上達の種なんです。次はもっとこうしたい。もっとこうしよう。その上達の種を持って次の絵を描くとですね、その人は絶対に今よりも今回よりも次回絶対に上達します。
大事なのはですね、とにかくこの上達の種、これを持ってどんどんと絵を描いていくことなんです。もう巷でね、効果的な上達法とか、もうかなりね、紹介されてますよね。僕も紹介しています。ですが、いくら効果的な上達法って言われても、やってみて全然それが楽しくなければどうでしょう。なんかつまんないな、辛いな、絵描きたくないな、という思いだけに駆られてしまったら、上達の種、ない状態で絵を描くことになってしまいます。楽しい。次こうしたいな。次こうしよう。そういうね、肝心の上達の種、これを持って絵を描くことができなくなっちゃうんですね。でも逆に、もう別に上達なんてしなくていいよっていう心持ちでいたとしても、よーし、楽しいぞ。今度はこういう変なの描いちゃおう。次はこうしちゃおう。ってね、どんどんこう悪ふざけでもいいので試してみると、結果的にはね、次にこうしようっていう上達の種を持って絵に取り組むことができます。こういう人ってね、別に絵をこう上達させようとあえて思ってなかったとしても、知らずのうちに上達しちゃうんです。もしかしたらね、人によっては上達を焦るあまり、効率的な練習法、短時間で上手くなるやり方、そういう方法にね、囚われてしまいすぎる人がいるかもしれません。ですがね、その一方で、楽しさを置き去りにしてしまうと、むしろね、上達につながらない場合もあると思います。もしね、他人と比べて凹んでしまう、何もうまくいかずにやる気がなくなってしまうという人はですね、一旦今日紹介したやり方で、上達することは一旦捨てちゃって、楽しいやり方だけ繰り返してみること。これをね、ぜひやってみてください。きっと効率的な練習法よりも、より効率的に上達することができると思いますよ。といったところでいかがだったでしょうか。今回は練習せずに上達する方法をお伝えしてきました。今回紹介したようなチート技って、実はね、いくつか持っておくことで絵のやる気を増したりする効果があると思います。もしね、そういうやり方をもっと知りたいという方はですね、こちらの動画、裏技伝授3分で絵がうまく見える加工7選もおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。